これから聞くテストを始めます。1、写真問題。写真を見て質問に答えてください。はじめに写真について質問をします。その後で文を4つ言います。4つの中から一番いいものを1つ選んでください。文は1回しか言いません。まず例題をしましょう。例題の写真を見てください。これは何ですか？ 1、コップです。2、椅子です。3、ノートです。4、鉛筆です。一番いいものは1です。ですから、例のように1をマークします。問題は1から6まであります。それでは問題を始めます。A の写真を見てください。問題1。ここはどこですか？ 1、旅館です。2、動物園です。3、駅のホームです。4、バス乗り場です。B の写真を見てください。問題2。これは何ですか？ 1、手袋です。2、サンダルです。3、アクセサリーです。4、下着です。C の写真を見てください。問題3。何をしていますか？ 1、落ち葉を拾っています。2、手紙を届けています。3、ラジオを放送しています。4、ガラスを割っています。D の写真を見てください。問題4。正しい説明はどれですか？ 1、アナウンサーがレポートしています。2、女の人がゲートを守っています。3、サラリーマンが騒いでいます。4、ダンサーが踊っています。E の写真を見てください。問題5。正しい説明はどれですか？ 1、大きな火事が起きています。2、雪が積もっています。3、海の波が穏やかです。4、煙突から煙が出ています。F の写真を見てください。問題6。上司に作成した資料を見てもらいたいです。こんな時、何と言いますか？ 1、この資料確認してあげましょうか？ 2、この資料確認していただけませんか？ 3、この資料確認してくださいましたか？ 4、この資料確認させてもらえませんか？2、聴読会問題。最初に質問を一つ言います。話や会話を聞いて、問題用紙の1、2、3、4の中から一番いいものを一つ選んでください。文は1回しか言いません。まず、例題をしましょう。
例題を見てください。男の人と女の人が話しています。男の人のカバンはどれですか？私のカバンは黒くて大きいです。これですか？ええ、そうです。男の人のカバンはどれですか？一番いいものは4です。ですから、例のように4をマークします。問題は7から12まであります。それでは問題を始めます。G を見てください。女の人が話しています。問題7。女の人はどうやってビーチに行きましたか？先週、遠くに住む友達に会いに行きました。東京から飛行機に2時間、船に30分乗って島に着き、そこからバスで30分。やっと友達の家の近くにあるビーチに着きました。ビーチまでは友達と自転車で観光しながら行く予定でしたが、雨が降っていたので、それはやめました。問題7。女の人はどうやってビーチに行きましたか？H を見てください。女の人と男の人が話しています。問題8。男の人は週に何日朝ごはんを食べますか？佐藤さん、これを見てください。朝ごはんを毎日食べる習慣のない人が半分もいるんですよ。へえ、そうなんですね。毎日食べている人が 50%、週に4日以上の人が 18%、週に1日から3日の人が 14%、食べていない人が 18% なんです。実は僕も毎日は食べていないんです。週に2日くらいですかね。どうしてですか？朝ごはんを作っている時間がないんです。佐藤さん、朝ごはんは毎日少しでも食べた方がいいですよ。バナナとかでもいいですから。わかってますけど、朝起きられなくて。問題8。男の人は週に何日朝ごはんを食べますか？I を見てください。会社で女の人と男の人が話しています。問題9。男の人は明日何を着ていきますか？父さん、明日からクールビズが始まりますから、涼しい格好で来てくださいね。すみません。私の国にはクールビズの習慣がなくて、どんな格好がいいかわかりません。ああ、父さんは初めてでしたね。クールビズはネクタイをしなくてもいいですし、ジャケットを着なくてもいいんです。アロハシャツや T シャツでもいいんですよ。そうですか。わかりました。明日は T シャツで来ようと思います。ああ、明日は他の会社の人と会いますから、クールビズはダメですよ。問題9。男の人は明日何を着ていきますか？J を見てください。男の人が話しています。
問題10。台風はこれからどこを通りますか？今、日本の南にある台風は、これから北西へ進むと考えられます。あさってには九州と沖縄の間を通るでしょう。その後、九州の西側を進んで方向を変え、来週、ゆっくりと日本海を北東の方角へ進むでしょう。本州へ近づく危険はないと思いますが、大雨にはご注意ください。問題10。台風はこれからどこを通りますか？K を見てください。会社で女の人と男の人が話しています。問題11。男の人が持っている資料はどれですか？この資料、数字が間違っていませんか？創立10周年で合っていますよね。いえ、そっちじゃなくて日付の方です。火曜日は10日じゃなくて9日でしょ？それ、日付じゃなくて曜日の方が間違っていますよ。パーティーは10日水曜日です。僕の資料はちゃんと水曜日になっています。ああ、本当ですね。問題11。男の人が持っている資料はどれですか？L を見てください。男の人と女の人が話しています。問題12。女の人が熱が出た日の睡眠時間はどれですか？その腕時計、何ですか？これをつけているだけで、1日に歩いた歩数や睡眠時間を記録してくれて、スマートフォンで見ることができるんですよ。本当だ。グラフになってる。田中さん、日によって随分睡眠時間が違うんですね。例えば、こことか。この日は締め切り前で2時間しか寝られなかったんです。その代わり次の日に12時間も寝てしまいました。じゃあ、これも締め切りの前ですか？全然寝ていないようですけど。これは徹夜でドラマを見てしまったんです。そのせいで翌日風邪をひいて高熱が出ちゃって夕方から寝ていました。それで次の日が10時間なんですね。それで反省して、その後の1週間は6時間ずつですね。問題12。女の人が熱が出た日の睡眠時間はどれですか？3. 応答問題。はじめに短い文を一つか二つ言います。その後で一人がそれに答えます。1、2、3の中から一番いいものを一つ選んでください。文は一回しか言いません。問題だけ聞いて答えてください。まず、例題をしましょう。例題1。おはようございます。1、おはようございます。2、おやすみなさい。3、さようなら。例題2。お仕事は？会社員です。1、私も会社員じゃありません。2、私も会社員です。3、私も医者です。
一番いいものは、例題1は1、例題2は2です。ですから、例題1は1、例題2は2を例のようにマークします。問題は13から28まであります。それでは問題を始めます。問題13。ピアノは弾けますか？ 1、少しなら。2、結構です。3、弾いていません。問題14。いくつに見えますか？ 1、25歳になりました。2、35歳くらいですか？ 3、今年で30歳です。問題15。大学合格おめでとう。1、先生のおかげです。2、どういたしまして。3、どうぞお大事に。問題16。メガネを忘れました。1、うちに連れてきますか？ 2、うちに持ち帰りますか？ 3、うちに取りに戻りますか？問題17。昨日、娘が生まれました。1、よくいらっしゃいました。2、おめでとうございます。3、おかげさまで。問題18。少し痩せましたか？ 1、最近仕事が忙しくて。2、彼女の料理が美味しくって。3、社長に褒められちゃって。問題19。何か音がしませんか？ 1、本当だ。カレーですかね。2、誰もいないはずですよ。3、何も見えませんよ。問題20。では、拝見させていただきます。1、ええ、お目にかかりましょう。2、どうぞ召し上がれ。3、ごゆっくりご覧ください。問題21。そんなに飲まない方がいいんじゃないの？ 1、そうだね。飲んだ方がいいね。2、平気平気。3、いいですね。問題22。このコピー機借りてもいいですか？ 1、壊れているので使えませんよ。2、あそこのお店で売っていますよ。3、できたばかりなので暑いですよ。問題23。あれ、2時なのに誰も来ていませんね。変ですね。会議は2時からなのに。1、楽しみですね。2、どうしたんでしょう。3、もちろんですよ。問題24。今、お茶をお持ちします。1、お邪魔しました。2、どうぞお構いなく。3、持ちますので大丈夫です。問題25。机の上にファイルなんてないよ。1、そんなつもりないよ。2、そんなはずないよ。3、置いた通りなんだけど。問題26。打ち合わせ明日でしたっけ？うん。
同行してもらえる？ 1、ええ、私でよろしければ。2、はい、何を差し上げましょうか。3、いえ、ありがとうございます。問題27。この仕事をやっていただけると助かるんですが。1、助かりましたね。2、もう住んでますよ。3、ありがとうございます。問題28。セミナーの準備終わりましたか？まだなんです。1、お疲れ様でした。2、ほっとしましたね。3、手を貸しましょうか？4、会話説明問題。会話や説明などを聞いて、後の質問に答えてください。質問は一つの問題に2つか3つあります。問題用紙の1、2、3の中から一番いいものを1つ選んでください。文は1回しか言いません。まず例題をしましょう。すみません。頭が痛いですから今日は帰ります。わかりました。女の人はどうして帰りますか？一番いいものは2です。ですから、例のように2をマークします。問題は29から38まであります。それでは問題を始めます。1、女の人と男の人の会話を聞いてください。樋口さん、よく山に行きますよね。私、今度富士山に登るんですが、初めてで、何か気をつけることはありますか？そうですね。夏でも富士山の上はかなり寒いですから、しっかり着るものの準備をしてくださいね。そうなんですか？寒いってどのくらい寒いんですか？冬のような寒さの時もありますよ。それから、手袋やマフラーも持って行った方がいいですね。靴もスニーカーじゃダメです。ちゃんと登山靴を履いてくださいね。うわ、荷物が多くなる。山を甘く見てはいけません。最近海外からの登山客も多いんですが、散歩にでも行くようにサンダルで登る人もいると言って問題になっているんですから、何かあってからでは遅いんですよ。わかりました。問題29。男の人は女の人にどんなアドバイスをしましたか？問題30。男の人はどんな問題があると言っていますか？2、男の人と女の人の会話を聞いてください。悦子さん、昨日驚いたことがありました。何ですか？外を歩いていた時、雨が降ってきたんです。そうしたら、周りの日本人が全員傘を差したんですよ。もうびっくりしちゃって。日本人は毎日傘を持っているんですか？ああ、天気予報で雨が降るって言ってたからでしょう。日本人は天気予報を見て、その日傘を持っていくかどうか決める人が多いんですよ。そうですか。でも、
雨ならコートを着て帽子をかぶればいいじゃないですか。それだけじゃ服やカバンが濡れちゃって気持ち悪いでしょ？風ですぐ乾くから大丈夫ですよ。もしかしてボブさんの住んでいたアメリカの街は雨が少ないですか？空気が乾いていればいいですけど、日本はそうじゃないので。はあ、そうなんですね。問題31。男の人が驚いたことは何ですか？問題32。女の人は日本人が傘を差す理由は何だと言っていますか？3. 会社で男の人と女の人が話しています。この会話を聞いてください。来週の食事会、どの店がいいかな？まだ予約してないの？金曜は混むから早くした方がいいわよ。いつもの居酒屋は？実は昨日ネットで予約したんだよね。でも、いつも同じ店はつまらないかもって思って、この店はどうかな？ホテルの中のレストランね。高そう。そんなに高くないよ。立食パーティーコースが5000円。立って食べるのに5000円？じゃあ、こっちの和食の店は3000円からコースがあるし、会社からも近いし、それに10人以上の予約で5000円安くなるよ。ああ、いいんじゃない？じゃあ、電話してみる。居酒屋は早くキャンセルした方がいいわよ。お店に迷惑がかかるから。こっちの店が予約できたらすぐするよ。問題33。男の人はこの後どうしますか？問題34。会話の内容と合っているのはどれですか？4. 女の人の話を聞いてください。あなたの財布には今いくら入っていますか？日本の社会人は財布にいくら入れているのか、企業に勤めている男女100人に聞きました。一番多かったのは5000円から1万円で 40% でした。次に5000円以下で 24%。1万円から2万円が 22% でした。昔は財布に入れておく現金は年齢かける1000円がいいと言われていました。私は30歳ですから3万円ですね。でも1万円くらいしか持ち歩きません。昔と違って今はクレジットカードや電子マネーなどで支払える店が増えましたから、現金はあまり必要ないと思います。調査でも5万円以上財布に入れている人は 3% に過ぎませんでした。今後、この傾向はもっと強くなると思います。問題35。財布に入れておく金額で一番多かった答えはどれですか？問題36。女の人は
いつも財布にいくらぐらい入れていますか？5、男の人の話を聞いてください。私が社会人になってから最初に叱られたのが体調管理についてでした。入社して数ヶ月の時、ひどい風邪をひいたんです。フラフラになって出社して、なんとか仕事をしようとしたんですが、気づいた上司に帰宅させられました。良くなってから出社すると、上司から、いつまで学生気分でいるのかと叱られました。体調が悪いまま、社外の人に会うのも良くないし、周りの社員たちに風邪をうつす可能性もある。何よりひどい風邪をひくというのは体調管理ができていないからだと言われました。確かに、週末など学生時代の友人たちと夜遅くまで遊ぶことが多かったんです。それ以来、週末の過ごし方を変えました。まずは、仕事の疲れを取ることを一番に考えて、家でゆっくり過ごすようにしました。また、日々の食事や運動にも気を使い、睡眠をしっかりとるようにもしています。このことを通して、社会人としての基本を学びました。問題37。男の人が風邪をひいたとき、上司はどうしましたか？問題38。男の人は風邪をひいた経験から学んだことは何だと言っていますか？これで聞くテストを終わります。